黒岳山頂、こっち側ももっとねバーって大パノラマのはずなんだ去年はそうだった。もうすごいもう今日もう何も見れないと思ってた。おはようございます。小粒です。さあ、私は今長野県安曇野市の中部座温泉まで来ています。いよいよ北アルプス縦走スタートです。安曇野松本あたりに入ってから10日ほど晴れ待ち、ベストコンディション待ちをしてかなり待ちまして、やっと入山します。ただいま天気は晴れというわけで、本日1日目は燕岳を目指します。今回の縦走は3泊4日、初日は燕岳まで、そして円山荘前のテント場に宿泊。2日目はお天正岳まで、大天荘の前のテント場に宿泊。3日目は常念岳、常念小屋の前のテント場に宿泊。そして4日目は一ノ沢から下山というようなルートになっています。本当は長ヶ岳の方まで4泊5日で行きたかったんですけど、この後来る台風の影響で、やむなくルート短縮をしました。まず初日の燕岳はですね、北アルプス三大急登の一つと言われておりまして、稜線上尾根に出るまで私のペースだとだいぶ遅いので、約4時間から5時間ほどひたすら急な登りを登っていくことになります。そこまではほぼね、景色はあまり見えない樹林帯の中を進んでいくことになって、円山荘前にたどり着いた瞬間にズバンとアルプスの山々が一望できる、景色が開けるような感じになっております。去年は日帰りでここを登ったんですけど、来年こそは日帰りもったいないから縦走したいという思いで、ここまで登山道具を日本一周が終わった後に揃えて、念願の燕岳テント泊です。というわけで行ってきます。めっちゃ久々だけど、これきついっすねこの感じ1年ぶりでございます。今回のですね、燕岳から常念、または当初予定していた長ヶ岳までのルートっていうのは北アルプスのパノラマルートと呼ばれていて、一度ね尾根の方までガッとこの急登を登り終えて出ると、ずっとね美しい稜線歩きを楽しめる。そして難所とかも特にない大変人気の縦走ルートです。このルートね、普通のペースで歩ける人だったら、2泊3日、もっと元気な人だったら1泊2日でもガンガン行っちゃうようなルートとなってますが、私は前回の八ヶ岳が初めての天泊だったんですけど、今までの日帰りの時の自分のペースからあまりにも遅すぎて、計画してたコースタイムと本当に全然違って、テント場に着く時間や下山時刻が5時を過ぎてしまうというような大失態というか、本当に危ないことになってしまってたので、いつもねヤマップを使って登山計画を立てるんですけど、ヤマップのコースタイム設定の 1.5 倍、かなりゆっくりめのペースで計画を立てた結果、パノラマライン上に点在する全ての天場に1日ずつちょっとずつ進んで宿泊するっていうような計画になりました。今回かなり頑張って荷物を減らしたつもりではあったんですが、最終的なリュックの総重量は16キロ、145センチ、体重40キロ弱の私にはしんどいですね。やっぱ撮影機材がかなりのネックです。なので皆さんはもうちょっと早く歩けるんじゃないかなと思うんですけど、かなり遅めだよ、歩幅が小さいよっていう人は、私のヤマップのルートコースタイム、アップしてると思うので、概要欄の方に参考にしてみてください。きつい、もうストックがないと生きていけないわ。はい、第1休憩ポイント、第1ベンチに着きました。おはようございます。ザック下ろそう。そうです。燕は結構点々と広いベンチの休憩所があるので、目安にして休んでいくと。説明して大丈夫です。私も2回目なんで、あんまり日帰りでこの間は日帰りもったいないなと思って
テント持ってきました。何チャンネルっていうの？小粒チャンネルっていう、はい、登山系じゃないんですけど。登山系じゃないの？第2ベンチに着きました。約 1.7 キロ登ってきて、まだ3分の1くらいですね。第3ベンチまで来ました。見て、めっちゃ晴れてる。最高すぎ。キュキ。こんにちは。きついけど、じゃーん、結構登ってきました。雲海、すごい。8時半過ぎ、9時前ぐらい。この雲が上がってくる前にたどり着きたいの、上まで。富士見ベンチに着きました。中間ぐらいかな、ここが。さて、ここから約1時間ぐらい登ると合戦小屋っていうね、しっかりとした山小屋で昼食の販売なんかも行っている小屋に着きます。で、合戦小屋のスイカっていうのが有名で、みんな尾根に出る前にスイカを食べて元気をつけて、また頂上を目指して登っていくっていうのが定番なんですね。去年も日帰りの時に食べたんですけど、今年もね食べたいと思います。まだ時期だよな、大丈夫だよな。よし、あと1時間頑張るぞ。ところどころ赤くなってる。もうね、紅葉の始まりぐらいの時期ですかね。今動画はタイムラグあると思うけど、私が入山しているのは9月末ですね。前方の方たちが多分なんかね、同年代ぐらいの女性グループがいて、山があるお話ししました。登山客みんなフレンドリーで会話が生まれて、めちゃくちゃいい人たちばっかりですね。ついに合戦小屋まであと10分標識出てきました。きついよ、頑張れ。到着。やったー、やっと合戦小屋到着しました。スイカクイズ、スイカ終了しとる。終了してました。最悪、やば、遅かった。最悪、くそマジか、残念でした。やべえ、もう汗だくだ。気温はね、もう10度いくかいかないかぐらいのはずなんですけど、めちゃめちゃ汗だくです。そしてスイカだけ結局パンです。切ない。やっぱ日帰りの去年とマッチで違うわ。ちょっとね、ガスが上がってきてしまって、上に着く頃に見えてるかどうか微妙なんですよね。まあ、あとは上がってテント張るだけなんで、上のガス次第でつば九郎岳までアタックするか決めます。行きましょう。円山荘を目指して、果たして上に上がって眺望はあるのでしょうか。合戦沢の頭というポイントまで登ってきました。まあここまで来たら、あとはもう円山荘に向かって上がりきるのみですね。後ろはね、めちゃくちゃいい景色なんだけど、進行方向かすってるあー、でもここ綺麗だね。めちゃくちゃすごく紅葉してます。
けど、この紅葉した道素晴らしい。ガスってなければもう最高だったね。そろそろね、森林限界が近づいてきていて、背の高い木々が少なくなってきました。天山荘見えました。見えたぞ。もうラスボスの城みたいな感じに見えるけど、あそこまで。頑張るぞー。よし、テント場着いた。着いたぞー。結構もうみんな張ってる。そして何も見えない。テント場を一旦過ぎて、こう登りきったら天山荘、そして稜線上に出て、めちゃくちゃ絶景が広がってるはず。うわ、ガスってる。着いた。着きました。ガスってる。ギリギリ見えてる。あそこが燕岳山頂。こっち側ももっとね、バーって大パノラマのはずなんだ。去年はそうだった。よし、もうこうなったらテント張って天山荘の美味しいご飯食べて、先にぬくぬくゆるゆる休憩するぞ。予定ではね、荷物をデポして山頂までバーって行ってこようかなって思ってたけど、無理や。着きました、天山荘。ひとまずお疲れ。はい、てなわけでですね、ご覧の通りあっという間にもう真っ白になってしまったので、ちょっともう山頂に行くのは諦めて、はい、今からテントを張って、で天山荘の美味しいお昼ご飯を食べて、もうゆっくりしようと思います。テント場はあそこ。晴れていたらとっても景色が良さそう。待って、テント張ってる間に一瞬晴れたよ。ガスが見えた。燕岳山頂。人がいるぞー。完成、私の家。最高の眺めです。やっとご飯です。嬉しい。お昼ご飯に追加して、さらにデザートも買っちゃいました。最高すぎる。めちゃめちゃ天場と山小屋でお金使います。いろいろと一段落ついたら、なんかあんまり霧がからなくなりました。でももう今日は本当に疲れたのと、霧が晴れるタイミング待つの結構難しいんで、明日早朝ご来光燕岳山頂登山しに行きたいと思います。明日こそいい景色が見れますように。いただきます。なんてやつですか？イチローズモルツ。イチローズモルツ。ありがとうございます。ちょろっと埋める前に結構ピリッとくるんですよ。美味しい。くるでしょ。すごい充実してますね。なんで。もう荷物減らすのに必死で、本当だよな。何も楽しめるようなものを持ってきて、この飲むために山に来るんだ。うお、すごい。もう今日もう何も見れないと思ってた。寝なくてよかった。すごい。やば。もう化粧も落として、今日はもう何も見えないと思ってたら、まさかの素晴らしすぎる。槍が見えるよ。ご褒美タイムあっという間に終わりました。めちゃくちゃ一気に人が出てきた。みんな最高やった。
最後の最後にめちゃくちゃいい景色見れました。テントにそのまま伏せてたら見れなかったんで、呼び止めてくれた、お招きしてくれたおいちゃんたちに感謝です。よかった。さてウイスキーを残りカーッといって寝ますか。Where you wanna go? I am all about adventure times. Another drink and I'll go anywhere. The way you smile, like a flash in the universe. You are illuminating. I don't really care about the people